BTS の末っ子ジョングクといえば、6人のヒョンたちから多くの愛情を受けている姿をよく見かけます。今回はそんなヒョンたちからジョングクが学んだこと、それに対するジョングクの感謝の気持ちがよく見えるエピソードをいくつかご紹介していきます。中学生で上京してきたジョングク。中学生の時、オーディション番組に参加したのがきっかけで、ビッグヒット現ハイブからスカウトされ、練習生となったジョングクは中学生にして故郷のプサンを離れ上京することになります。親元を離れ慣れない宿舎生活や厳しいレッスンの日々を送るジョングクの苦労や寂しさを想像するだけで胸が痛みますね。もともと人見知りな性格なので余計に気苦労も多かったことと思います。しかしそんな彼にいつもたくさんの愛情を注いでくれていたのは他でもない6人のヒョンたちでした。ホームシックにかかったジョングクを救ったジン。慣れない都会生活でホームシックにかかって苦しんでいた中学生のジョングクに救いの手を差し伸べてくれたのはジンでした。グクがデビュー前、早くから親元を離れたためホームシックになることも多く辛くて地元のプサンに帰りたくなった時、ジンが自分の実家に連れて行き、うちを第二の実家だと思ってと元気づけた。優しすぎて泣ける。当時ジンもまだ大学生ながら幼いジョングクを気にかけ、自分の実家に連れて行くことで家族のぬくもりや愛情を伝え元気づけてくれていました。ジンくんは車でグクを学校まで送ってあげたり、グクがホームシックの時は自分の家に招待してあげたと聞いて、しかもその時ジンくんは大学1年生だったと。ジンくんがグクに毛布をかけてあげてるこの姿でどれだけ大切にしていたのかよくわかる。若いのに6人を育てた長兄泣ける。またジンはジョングクの学校の送り迎えをしたり、お弁当を作って持たせてくれていたという素敵なエピソードも、本当に親代わりとしてたくさんの愛情を注いでくれていたんですね。卒業式に駆けつけたヒョンたち。そして中学の卒業式にはヒョンたちが駆けつけてくれていました。ジンだけでなくヒョンたちみんながジョングクのことを本当の弟のように可愛がってくれていたのがよくわかりますね。グクの中学卒業式、高校入学式にも駆けつけたヒョンたち。改めて並べてみると、みんな本当に素敵な大人の人になったね。上京した頃は故郷が恋しくてよく泣いていたという中学生のジョングク。そんな彼にたっぷりの愛情を注いでくれたヒョンたちがいたからこそ辛い日々を乗り越えられたのかもしれません。ジョングクがヒョンから学んだ6つのこと。そんな素敵なヒョンたちからジョングクが学んだことはたくさんあると思いますが、今回はその中から6つ紹介したいと思います。1、自分よりも他人の利益を考える。 BTS のドキュメンタリーの中でジョングクが過去の自分を独占欲が強かったと話していました。またそんな自分に対してそれは良くないと指摘してくれたのがヒョンたちだったと話しています。幼いがゆえの短所としっかり向き合ってくれたヒョンたちのおかげで、その短所は過去の話になったようです。例えばジミンの利他的な性格はアーミーの間でたびたび話題に上がります。こういうヒョンを間近で見て育ったジョングクも自然と影響されたのかもしれませんね。独占欲が強かったという過去が想像できないほどに優しく謙虚で利他的なジョングクの現在があるのは、長い年月の中でお手本となるヒョンたちを見てきたからなのでしょうね。2、社交性。ジョングクといえば本来とても内向的な性格でした。そんな彼の性格を見抜いて良い方向へと変化させてくれたのはテテでした。もともとはメンバーの前で着替えることもできないほどシャイだったジョングク。彼が今現在のように
メンバーの前でリラックスした表情を見せられているのはテテのおかげかもしれません。リードボーカルで不動のセンターで黄金マンネと言われるグクだけど、本来すごく内向的で恥ずかしがり屋のグクがこういう公共の場で恥に恥に行きがちなジョングクをしっかり見ていてくれるテテ。ジョングクとは正反対に社交的な性格のテテがそばにいて日陰にいがちなジョングクを常に優しく日向へと導いてくれたから、以前と比べても格段に明るく自分らしくいられるのでしょうか。3. 他者に寄り添う心。ジョングクは自分が辛い思いをすることより自分の大切な人たちが辛い思いをしていることの方が辛いと考えることのできる人です。メンバー7人とパン PT で集まって言いたいことは何でも言う話し合いをした時、めったに自分の意見を言わない僕がヒョンたちが苦しそうにしていたり過労で辛そうなのが一番辛いって大泣きして、ヒョンたちもつられて全員で大泣きしたエピソードがずっと好き。ジョングクがこんなにも他者の気持ちに寄り添うことができるのはどうしてでしょうか。それはきっと普段からヒョンたちがジョングクの気持ちに寄り添ってくれていたからなんだと思います。1問も当てられなかったとポロッと出たグクの独り言にヒョンたちが次々に難しいよ、大丈夫、最後に大きな点がもらえるかも、最後に逆転といろいろな言葉で励ます様子は見ていてほっこりしたね。またどんなクッキーなのか気になる食いしん坊のグクにジョンクッキーと言ってあげたりと、こうやって常に自然に寄り添ってくれるヒョンたちがいるから、ジョングクもメンバーが辛い時自分のことのように思って胸を痛めることができる優しい人になれたのかもしれません。4. チャレンジ精神。ジョングクは黄金マンネという異名を持つほどとにかく万能、何でもできるというイメージが強い人ですね。歌やダンスのスキルが高いのはもちろんのこと、幼少期から続けてきたテコンドーやプロ級の腕前の絵画など、本当に何をしても完璧にこなしてしまうのが彼の黄金たるゆえんです。何でもできる人とはつまり、何にでも果敢にチャレンジできる人とも言えます。グクが短所として挙げたやりたいことは多いのに根気がないは、きっと自分ではいろんなことが長続きしないと思ってるのかもしれないけど、それって何かにチャレンジしてできるようになるまでの時間が普通より早いからではと思ったし、挑戦を行動に移すまでが一番大変だから、本当に素晴らしい長所だと思う。何事も失敗を恐れずにトライする気持ちがあるからこそ、人一倍多くのことができるようになれたのかもしれません。本人が言ったやりたいことはあるのに根気がないという言葉に対しての RM は、何でも上手にできちゃうから退屈しちゃうのかもしれないと答え、ジョングクも少し照れていました。こんな風に自分を理解してくれるヒョンがいてくれるからこそ、ジョングクも安心していろんなことにチャレンジできるのでしょう。5. 努力。 BTS の歌やダンスのレベルの高さを語る上で欠かせないのがメンバーたちの努力。練習生時代から現在に至るまで1日に18時間以上練習をすることもあるというほどの努力家集団です。新しいアルバムを準備するときに約1ヶ月は曲作り、ダンスの練習だけに費やしてきたそう。ダンスの練習時間はデビュー当時で1日に12から15時間。誰のためにの質問にすぐにジミンが BTS とアーミーのためと答えてくれて尊すぎて泣けた。今あるのは彼らの血汗涙、努力の結晶。そんなグループの中にいてヒョンたちが努力するのを間近で見ているジョングクももちろん努力の人です。グループ随一のボーカリストとして空いている時間を全て歌う時間に当ててきたというジョングク。休む間もなく努力し続ける姿勢がとても素晴らしいです。黄金マンネ、何でもできると評される裏には彼の惜しみない努力があるということなのでしょう。ジョングクがそこまで努力を続けられるのはやはり
一番近くにいるヒョンたちの努力をいつもしっかりと見ているからなのかもしれませんね。お互いに刺激し合い、切磋琢磨してきたからこそ、今現在の BTS の高い人気があると言っても過言ではありません。6、自己表現。最後に挙げるのは自己表現。ジョングクといえば、少し前のこの髪型が話題になりました。突然、マッシュルームヘアでファンの前に現れたジョングク。なんと、アーミーの要望に応えて、この髪型にしたというのです。今でも、アーミーが望む自分でいたいという発言をすることのあるジョングクですが、昔は、その気持ちが強すぎて、自分を見失っていないかと心配するアーミーもいたほど。しかし現在では、髪型を自由自在に変貌させたり、タトゥーを入れたりと、かなり自己表現ができるようになったように感じます。初めて入れた当時も、否定的な反応はかなり見受けられたけれど、それを全く知らないはずのないジョングクが、その後もタトゥーを増やしていることを喜ばしく感じてる。意志を貫いて自己表現を続ける彼は、グループのメッセージを体現していて本当に素敵だと思う。もともと内向的で控えめな性格の彼が、今のように堂々と自己表現をできるようになったのはなぜでしょうか。それは、やはり、グループとして伝え続けてきた Love Myself Speak Yourself というメッセージも大きな役割を果たしていると思います。2018年9月に行われた国連総会に BTS が出席した際の RM のスピーチでも、自分自身を愛そう、なりたい自分も愛そうと強く訴えかけていました。このスピーチを間近で聞いたジョングクも、きっと胸を打たれたに違いありません。以前よりも堂々と自分を表現できるようになったジョングク。その心の変化には、やはりヒョンの素敵な考え方や言葉が大きく影響しているのかもしれませんね。ジョングクがヒョンからの愛情に感謝を伝える。さて、そんなジョングクがヒョンたちへ日頃の感謝を伝える機会がありました。2020年のファンイベントフェスタの際に作成されたメッセージの寄せ書きに各メンバーへの思いが綴られています。RM、キムナムジュンさん、7年間本当にお疲れ様。残りの6人の分まで本当に大変だったと思いますが、本当にありがとうございます。永遠のリーダー、ジン。情景として僕たちに楽しさをプレゼントしてくれて本当にありがとう。釣り、必ず行こう。シュガー、僕が分別がなく、たくさん不足していた時、厳しい言葉を言ってくれてとてもありがたいし、そんな苦い言葉のおかげで僕が成長することができたと。本当に本当にありがとう。体に気をつけて。J-HOPE、いつも黙々と辛い様子も見せずに一緒にいてくれて本当にありがとう。大切な人に出会って僕は幸せな人だよ。ジミン。ジミンさんのおかげで最近チームの雰囲気がとてもいいですよ。毛を思う心、また毛のために努力するその姿勢が美しいです。体に気をつけてお酒をいっぱい飲みましょう。V、テヒョンさんが最近とても静かで心配したんですが、万端カラオケで楽しく遊ぶ姿を見たら安心しました。健康でいて大変なことがあったら誰でもいいから連絡しなさい。頑張ってください。6人のヒョンそれぞれへの感謝の思いと気遣いがたくさん込められた素敵なメッセージですね。練習生時代からこれまでたくさんの愛情をくれたヒョンたちと同じように、ジョングクからヒョンたちへの惜しみない愛情も感じられてとても感動的です。シュガはジョングクのことを幼くして、それも思春期に仕事を始め、そういう人は多いけど、こうしてしっかりとした大人になれたのは本人がいろいろ考えた結果だと思う。すごく誇らしいと語っていました。またジョングクはみんなが一人ずつ僕を埋めていって今の僕が出来上がった。
ヒョンたちの性格が合わさって現れてきたのかもと話しており、メンバーの絆を感じます。まとめ。今回はジョングクがヒョンたちから学んだことやヒョンたちに対する感謝の気持ちについてまとめましたが、いかがだったでしょうか。上下関係に厳しい韓国で末っ子のジョングクがのびのびと堂々と活動を続けていられるのはヒョンたちの絶え間ない愛情の賜物であり、またジョングクが人としてもとても素敵な成長を遂げられているのは素晴らしい考え方を持ったヒョンたちの影響が大きいのかもしれません。これからも家族のような絆を大切に楽しく活動を続けてほしいですね。